はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回ご紹介する料理はこちら。はい、パルフェドフォワードボライユでございます。こちらの料理なんですけども、一見すると、鶏レバームースかなと思うんですけども、似ているんですけども違います。ということで、パルフェっていう言葉自体が完璧ななんていう意味になるんですけども、なぜこの完璧なっていう意味がつくかっていうことなんですが、こちら、なんとですね、もう人肌で溶けます。人肌で溶ける鶏レバーだと思っていただければということで、早速ね、作り方の方行ってみましょう。それじゃね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、どう。はい、では鶏レバーの処理のところから始めます。まずね、これがレバーの状態なんですけども、今こちらがハツですね、心臓の部分です。で、こちらがレバーの方ですね。で、これを今から、処理していきます。まずハツを、心臓をちょっとね、別のところに置いて、まずこちらから、で、目立つね、白い筋のところをカットしていきます。で、この状態になりましたら、乱切りで大丈夫です。乱切りにしちゃってください。はい。で、ハツの方は油をね、余分なところを寄せてからカットして、で、半分に割ります。で、中にこういったね、血合いが入ってますので、当然レバーにも入ってるので、これをこれから取り除いていく作業になってきますね。こちらですね。これを取り除いていきます。で、こんな風にね、全部乱切りにして処理し終わりましたら、水に入れていきます。で、こういう風にね、こうレバーが対流するように水を流していってください。こういう作業をバブリングって言います。はい。で、これで放置していくと、中で、対流していって、この血合いが全部取れていきます。もう手で取る必要はなくて、こういったバブリングの力で、頼った方が圧倒的に早いですね。だいたい時間の方はこれで30分水にさらした状態になりますね。で、ざるに一気に入れるのではなく、こうやってね、ちょっと確認しながら引き上げていってください。で、今回仕入れたこちらのレバーね、非常に物が良かったので、あんまり血合いはなかったんですけども、結構血合いがね、入ってるやつですと非常に楽なやり方です。で、牛乳を入れて、冷蔵庫で一晩。で、こちら一晩経ったものをざるにあげます。そうするとね、血がもうがっつりね、出てますので、それを洗っていきます。こう崩さないようにね、こう手を大きく使って、で、その時にもね、こうやって血合いが出てきますので、何回かに分けて洗っていきます。こんな感じでね、だいたい3回ほど洗わせていただきました。で、そうしましたら、それをしっかりペーパーで水分を取っていきます。で、これで下処理は完了ですね。では、材料紹介です。まず、下処理したレバー。そして、レバーに対して 85% のすましバターを用意します。そして、卵と卵黄ですね。で、今回はこちらのルビーポートと VO を使います。で、こちらエシャロット、塩。で、こちら白胡椒ですね。で、こちらがキャトルエピスになります。で、エシャロットはもうこんな感じでね、みじん切りにしていただいて、で、今からこれで、レディクションを作っていきます。で、軽くね、
炒めたところに塩をしてあげて、でルビーポットとブイヨンを入れていきます。でこの時にですね、強火には絶対にしないでください。だいたいこれぐらいの弱火より少し強いぐらいの火加減で詰めていきます。でここら辺まで詰めていただければ OK です。ちょっとだけ汁が残ってるぐらいの感じですね。で、今から混ぜていくんですが、この時にですね、卵はキンキンにではなくて常温に戻してあげてください。で、こちらのねレディクションはしっかり冷やしてください。で、鶏レバーは冷蔵庫から取り出したぐらいの状態で大丈夫です。ここの温度管理が非常に重要になってきます。で、まずここに、塩、胡椒、そしてキャトルエピスをまず入れていきます。そしてレディクションも入れてあげてください。そうしましたらロボクープでもいいんですけども、ちょっと今回はねハンドブレンダーでやってみます。でこんな感じでね、まず全体的に崩していただいたら卵を入れていきます。でこの時注意点がありまして、あまりブレンダーでもロボクープでも回しすぎないように気をつけてください。ここでですね、レバーの温度が上がってしまうとちょっとですね、火入れするときに分離してしまう原因になってしまいますので、そうしましたら、このねクラリフェを入れて回してあげてください。この時も回しすぎ注意です。でシヌワで裏ごしします。パッセしていきます。で型に入れていきます。で今回はねクネルにしますので、こういった0号管で仕上げちゃいます。で、こういったね、ペーパーを上にクッキングシートをかまして、でそこにですね、だいたい50度のお湯を作ります。同量のお湯と水を合わせて、で少し、水を加えるとだいたい50度になります。でアルミを二重に、蓋をして湯煎焼きで160度で、だいたい40分仕掛けました。でこの時にですね、こう触って結構緩いの見てわかると思うんですよね。でこの時にちょっと温度を確認します。もしね心温計みたいなものがあれば特に、そちらを使っていただいた方が確かですね。その時の温度の方なんですけども、だいたい65度から68度ですね。その温度になっていれば OK です。では火入れをしていきます。で2回目の確認をします。これで OK ですね。でこれを冷やしていきます。冷やすときはできれば24時間から48時間しっかり冷やしてあげるといいですね。でこれが24時間冷やしたものになります。どうしてもね表面の方は黒く変色しますので、だいたいこんな感じです。でそれをクネルにするとこんな感じですね。もうかなり攻めた柔らかさになってますね。パルフェドフォワドボライユ、いかがでございますでしょうか。今回は塩だけでちょっと楽しみたいなと思います。では実食です。ではいただきます。バケット取りまして、でこの柔らかさをちょっと見てほしいんですよね。せーの、かなり柔らかいです。はい。でこれを塗りまして、じゃあいただきます。最
すましバターで作るレバーパルフェ。人肌の温度でスッと溶けてしまう儚さ、その中にあるこのレバーを感じるこの力強さ、非常にね美味しい一品になっております。では通常のレバームースとどのように違うのか詳しく説明したいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますでしょうか。パルフェドフォワドボライユ鶏レバーパルフェのご紹介でございました。ここからはね、専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、今回ね、ご紹介しましたこちらパルフェというものなんですけども、鶏レバームースと鶏レバーパルフェ、何が違うのかっていうところなんですけども、まずムースの方ですよね。あちらの方は、生クリームとか卵白を混ぜ込んで、で、このね、空気を抱き込ませて、ふわっと仕上げるのが、このムースの条件だったりします。はい。で、パルフェの方なんですけども、こちらはですね、この、レバーの内臓に対して同量もしくはそれ以上の油脂を入れて極限まで練り込む。厳密には同量ちょっと下回っても全然 OK なんですけども、だいたいそれぐらいの大量の油を使うってことですね。で、その時の油というのがすましバター等になってくるんですけども、これを使って究極のこの滑らかさを追求したペーストのことをパルフェと言います。はい。で、これはですね、レバーの水分とですね、大量のこのスマッシュバターっていうですね、本来この、反発しちゃうものをですね、限界までこのね、乳化させていくんですけども、空気の力を使いません。ですので、何を使うかというと、この冷やした時のバターの再結晶化というもので、最低限のタンパク質だけで、この自立させるっていう、もう極限のコントロールになってきます。ですので、このパルフェというのは非常にシャルキュトリーの中でもかなり難易度の高いものになっております。はい。はい。ではね、このフランスにおけるこの、パルフェのですね、法的というか、技術的定義っていうものがありまして、伝統的なね、食肉加工、これをですね、名称を守るために、シャルキュトリ規定というものがあります。で、この規定においてパルフェって名乗ってくるには、結構厳格な基準をクリアしなきゃいけないよっていうところがあります。では、まず一つ目。はい。圧倒的なレバーの含有量があるっていうことですよね。ここにですね、基本的にレバーの含有量が 75% 以上であることが求められていて、この場合ですね、レバームースの場合はだいたい含有量が 50% くらいっていうことになってるんですけども、パルフェの場合は 75% と言われてます。で、2番目の方が乳化を支える上質な油の配合というところなんですけども、水分で伸ばすっていうことじゃなくて、こちらはもう完全にスマッシュバターで脂肪分たっぷりの形で練り込んでいくっていう必要性があるってことですね。で、これによってですね、気泡を抱き込ませて軽く仕上げるムースとは違って、かなり濃厚で重厚なコクが生まれるっていうのがこのパルフェの特徴になりますね。はい。でね、3番目なんですけども、完全なる滑らかさっていうところなんですけども、ここね、テクスチャーの定義もちゃんとありまして、で、パルフェという言葉通りに、フランス語では完璧なとか完全なっていうような意味があります。で、その名の通りですね、極限まで細かくね、死ぬまで裏ごししていって、一切のダマとかがないっていうのが、このね、シルキーで完璧なこのペースト状であるっていうところが、まず絶対の条件になってきます。で、ここに仕上げていただけると、このね、口の中に入れた時にスーッともう溶けていくっていう、この、絶対的な滑らかさがこのパルフェの最大の技術的な特徴でもある、定義でもあるっていうところですね。はい。ここからはね、ちょっとね、火入れについてのお話をしていくんですけども、この火入れの時に、その前段階のですね、ミキシング、このね、ハンドブレンダーにしても、ロボクープにしても、一点気をつけていただきたいなっていうところがあります。まず、卵がキンキンに冷やさないでください。これは必ず一度、常温に戻した
卵を使ってください。で、逆にレバーは当然ね、危険ですので、冷蔵庫に直前まで入れておいてください。で、あと、レディクションですね。こちらは必ず仕上げた後は必ず冷蔵庫でしっかり冷やしてから、投入するようにしてあげてください。ここのね、温度管理が非常に重要になってきます。で、実際にロボだったりとか、ハンドミキサーで回すっていう時なんですけども、回しすぎは本当に注意してください。これ意外と、難しいところではあるんですけども、なんで回しすぎてはいけないかっていうと、最終的なその次のですね、火入れのところで影響してくるんですね。で、どういうことかっていうと、ここでですね、ミキサーで回しすぎてしまうと、ちょっと難しい言葉になるんですけども、羽乳というね、状態になります。ちょっと分離したような状態になるんですけども、この状態に、なるには、はっきり言って目ではわかりません。ですので、できるだけこのロボの回転数だとか、ミキサーの回転数っていうのはできるだけ低い状態にしてあげる。そしてかつ、温度が上がりすぎないようにしてあげるってことですね。この時の、このレバーの温度はできれば55度から58度まで、それ以上いっちゃうと大変ですので、そこは一度冷蔵庫で冷やすなり、して、一度液全体を冷やしてあげることをしてあげてください。ここがね、この、パルフェの難しいところなんですけども、ですね。で、そこからですね、クラリフェをこう入れていって、乳化していくんですけども、この時にもですね、あまり、回しすぎないっていうことですね。本当に全体にさっと混ざればいいかなっていうところまでで、留めておいてください。で、もしですね、これ、例えば、もう回しすぎてしまった時に、じゃあ、羽乳という状態になって、この火入れをしてしまった時にどういうことが起きるかっていうことなんですけども、ずっとですね、確かに、160度で、30分、もしくは40分、しっかり火入れたはずなのに、なんか固まらないんだよねっていうような状態になります。これはですね、実はこのミキサーの時点で、回しすぎてるとこの状態になります。これがですね、パルフェの最も難しい部分の一つでもありますね。そして、2番目に難しい火入れの部分では、やっぱりこの直接的な火入れのところの難しさっていうところになります。これがですね、初めてやる方は、マジでビビると思います。例えば、今回ね、私のオーブンで160度で30分、で、プラス、そこから、15分入れてるんですけども、2回目は15分ほど入れさせていただいてるんですけども、それで、だいたい火入ったなっていうような状態になりました。もちろんこれは、各オーブンによって、性質が違うので、もしやられる方のオーブンによって、当然温度だったり時間というのは違うっていうことだけはまず前提でお話しさせてください。ただ、それだけじゃなくて、このパルフェの最も難しいのは、じゃあ火が入ったなっていうところが、例えば心温が確かに68度いっていればいいんですけども、その時にですね、68度いっていた時の柔らかさにまずビビると思います。固まってないって思うんですよね。これはですね、絶対に固まってるわけがないんですね。どういうことかというと、当然主成分はもうほぼバターになります。バターと、このね、レバーの、このタンパク質、少しのタンパク質ですね。レバー自身も当然、油分になりますから、ほぼ油分ですので、火入った後に、このね、パルフェが、当然ね、しっかりした硬さになってたらおかしいんですね。それはもう完全に酢が入ってしまって、完全にもうボソボソになっている状態ですので、そこはね、まず失敗の原因の一つ、見極めの一つなんですけども、仕上がった時は当然ドロドロしてます。で、そこから心温が間違いなく65度から68度いったら、まずそこで室温、常温に粗熱で取ってあげてください。で、そこから、アルミホイルをね、こう蓋してある状態のままで結構です。そのままの状態で結構ですので、冷蔵庫で必ず24時間から48時間しっかり冷やしてください。で、そうしますと、ああいった形の柔らかさのクネルになります。はい。ここの初めてやるときは多分このですね、温度の管理のところと、あとこの火入れが確かに65度から68度、心温で間違いなくいっているのに、あまりにも柔らかくて、チキると思います。私もね、初めてやったときはマジでチキりました。
これね、本当に難しいんですよ。で、かつこのピンク色に仕上げるっていうのが相当難しくて、本当にね、今回の動画のやつはかなり攻めた柔らかさで言ってはいますけども、この柔らかさと、この色を仕上げるっていうのが相当なレベルになってきますので、シャルキュトリーの中のレベルの中では、かなり上位の難しさになってきます。やっぱり普通のね、鳥レバーとはかなりやっぱりちょっと様相が違うっていうのはわかると思うんですけども、やっぱりここの火入れのところと温度管理のところのこの2点が、このね、鳥レバーパルフェの最も難しいところになってきます。はい。はい。でね、今回、やりましたのは、クネルでね、このギリギリの柔らかさを攻めさせていただきました。で、おそらく型に入れてやりたい方もいらっしゃると思うんですよね。で、その時は、このね、概要欄に載せてある、分量ですとかなり柔らかくなってしまいます。で、型で流して、パルフェを作りたいっていう場合は、ここにですね、卵黄を一つ、失礼しました。全卵ですね。全卵を一つ入れて、ちょっと多めにしてあげてください。はい。そこで、作ってあげると、ちょうどね、ギリギリの硬さの、この型にギリギリとどまる、このパルフェができますので、ぜひね、そちらもお試しいただけたらなと思います。はい。以上がね、レバーパルフェのご紹介でございました。で、もちろんね、今回はレバーパルフェの方をご紹介させていただきました。かなりね、難易度は高いものにはなるんですけども、当然ね、どこかで、通常の鶏レバームース、こちらもね、しっかりした作り方、皆さんにご紹介したいなと思いますので、そちらもね、ぜひお楽しみにいただければなと思っております。はい。そしてね、いつも熱いコメント、ハイプでの応援、そしてチャンネル登録、高評価、ありがとうございます。今ね、皆さんの方も、過去の動画から、これこういうことか、なので、こうじゃないんですかなんていうね、質問だったりとかっていうところがあって、なるほど、皆さんやっぱり、見てくださってるんだなと思って、私もね、一動画作るときに、大丈夫だよ、これへまってねえよな、とか思いながら、ドキドキしながらちょっとね、最近は、作らせてはいただいてるんですけども、そうやってやっぱり皆様からのコメントをいただいているところの中から、なるほど、そういうふうに、そういう視点で見てらっしゃるんだなっていうところがありますので、私自身も非常にね、動画作りにおいては、本当に勉強させていただきながら、皆様の視点がそういうところなんだから、こういうふうに作った方がいいのかななんていうところで、非常にね、勉強させていただいております。本当にね、ありがとうございます。引き続きね、皆様からの、ハイプレの応援、チャンネル登録、高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。